ャガジャファルコンズの千秋です。安藤です。今日は政治系切り抜き動画が選挙にも影響を与えるほど増えてきた件について話していきたいんやけど、というのも近年 YouTube 上で政治系切り抜き動画が急速に増加して選挙結果にも影響を与えるほど、存在感を放ってきとると。ただその裏に収益化をめぐる実態や、情報の偏り、そしてチャンネル売買といったいろいろな課題があって、そういう話を今回ちょっとしていこうかなと。例えば、政治系切り抜きチャンネルの総数って今800を超えとるらしくて、もともと2019年から増え続けとったんやけど、2025年度では250件ぐらい一気にできるぐらい、年々増えてきとるわけね。で、この政治系切り抜き動画は何がいいって、短い時間で情報を視聴者が得られるから、時間潰しとして利用することができるんやけど、その一方で情報が偏っとるっていう問題もあるね。確かにショート動画でめっちゃ流れてくるイメージあるな。 YouTube だけじゃなくて本当に TikTok とかでも流れてくるから、若者も目につきやすいというか、演説の切り抜きやんな。若者が見るっていうこともあって、出口調査によるとこういう SNS や動画サイトの情報を重視した人は、全体の約4割に上っとって、で特に参政党や令和新選組の候補者に投票した人が、その傾向が強く見られたっていう結果が出とんのね。だから、こういう切り抜き動画で自分の考えっていうのが傾倒されとるというか、ある意味の問題点にはなっとるのね。っていうか、やっぱさ、切り抜き動画が多い政党ほど目につくし、一個見たらそれがずっと流れてくるもんな。その政党ばっかりが。そう。おすすめとかにも流れやすくなってくるから、より染まってしまうというか。特にな、参政党は話題につきやん。政党やし。そやな。で、こういう政治系 YouTuber の、活動と収益という点に目を当てたら、実際サラリーマン時代の2倍の収益を得ることができたっていう語っとる人もおって、実際に街頭演説配信を自分で見に行って、で、そこでリアルタイムで録画して、それをライブ中継とか動画に収めて切り抜いたりしとる YouTuber もおって、実際にこの YouTube チャンネルを売買することもできて、中にはもうほんと数千万円で取引されるケースもあるみたいなよね。そうか。インプレッションもさ、いいんやろうな、政治系って。そうやろうな。見る人も結構高齢者っていうか中年以降が多いからさ、視聴維持率も高いやろうな。長尺でもずっと離脱せずに見る人が多そうやから、収益もいいんやろうな。その再生単価も高そうやもん。だからそんだけ高額で取引しても見合うと踏んどるんやろな。そりゃ参入するわな。そう。実際さ、街頭演説とか見に行くと、そのテレビの報道関係の人かなと思ったら、普通に個人やったりするもんな。いかついカメラ持って撮っとる人とかも。俺もニュースで見たことあるわ。この炎天下の中、ひたすら応援演説だけを追って、でもそれが収益になるから、背に腹は変えられんって感じでやっとるんやけど。あれって別に政党のファンっていうよりは、その三脚立ててさ、もう本当にテレビで使うようなバカでかいカメラで撮っとる人とかもおったけど、あれってただの YouTuber やったりするわけやな。もう割り切っとるんやろな。金になるならそれぐらいするわな。よくやるよ。でもそんだけ割に合っとるって思えば、実際俺も YouTube とか見とったら、こういう切り抜きというか、政治の動画出てくるわ。増えたと思うわ。で、やたらタイトルとかサムネで、釣り動画のような感じで再生数を稼ぐっていうか、再生を取れれば何してもいいやっていう状態になってるのが非常にあるように感じて、さっきの話じゃないけど意図的にさ、発言を切り抜いて、誇張したり、炎上したらさ、簡単に再生数って稼げるやんか。実際そういうタイトルで見に行ってしまうっていう付け方も確かにうまいっちゃうまいわ。俺見に行ってしまうもんだって。言い回しを勝手に変えとるやん。もはやな。勝手にさ、日本が中国に乗っ取られますみたいなさ、書き方のそのサムネとかにしとるけど、実際の内容聞いてみたら、別にそこまで言ってないっていう。そう。もう切り抜きというか、もはや捏造しとるからな。確かに中国批判みたいなことをやっとる政党とかもあるけど、中国人悪ですっていう、そこまで言い切ってないわな。手っ取り早く金を稼ぐ手段として。政治が使われとるってことやんな。そう。ほとんど与党の批判か、外国人、特に中国人批判やん。県中県間の人たちを煽るようなさ、作り方というか動画の作り方してるばっかやな。わかりやすいわな。それやっとけば喜ぶからな。実際さ、その記事の中でもさ、稼ぎたかったら県中県間やれみたいな風なさ、アドバイスっていうか助言を
受けてやってますって言ってること書かれとったよな。やっぱもう常識みたいになっとるんや。もうフォーマットがあるやろ。だからこそそうやって県中県間外国人は出ていけみたいなさ、外国人排除しようとするような感じの思想を持った人たちに対する支持を得やすいようなチャンネルの作りをしたやつがどんどん増えてってさ、それを見る人たちはもうその動画ばっか流れるし、で、そのインプレッションが上がれば、そうじゃない人にもその動画が出てきてさ、で、どんどん増殖してとるよな。そうやな。マジで似たような動画確かに多いわ。まあいいか悪いかは別として、特定のさ、候補者とか政党ばっかりが出てきて、まあ公平な選挙報道ではないよな。ない。目につく機会が全然違うからな。だから最初にも言ったように、政治切り抜きが選挙結果に影響を与えとるんやって。まあそれはあるやろうな。実現できそうもないな、公約を盲信してさ。特に俺らもそうやけどさ、若者なんてさ、自分で情報をさ、積極的に探しに行くというよりはさ、ショート動画で、発言とか聞いて、一方的にどんなマニフェストなんやろとか、そういうのでしか判断できんからさ。でも、だからアルゴリズムに身を任せとるもんな、今は。そう。その中で、よく引っかかる人、よく出てくる人にどうしても傾倒してしまう。あんまり選挙、政治に関して関心がないから、そこまで。大部分っていうか、まあ、日本全体で見たら少数だと思うけどな。参政党とか令和とかに肩入れしてるような人たちっていうの。とはいえ、やっぱな、少数派の王になれるからな、そういう逆張りみたいなこと言ってる。そういう政党っていうのは。もう自民党には票入れるなとかさ、自民党を支持するやつはアホしかおらんみたいなさ、その特定の政党支持者を中傷するようなさ、投稿がめっちゃ出てくるもんな。出てくる。それもな、偏りすぎやとは思うけど。あとさ、投票率上げようとするさ、動きすごない？いや、すごいな。なんかもう選挙行けっていう圧力やんな。選挙行ってねえさ、非国民やぐらいのことまで言っとるやんな。去年のさ、10月に行われた、衆議院議員の選挙では、10代が 39% で20代が 34% なんすな。まあ低いよな。30代が 45%。で、前年代を通じた投票率は 53%。だからやっぱ平均より低いわけや、若い世代は。だからそういう若い世代を投票に生かそうっていう、今回の切り抜きとかは若者も見るから、ある意味投票の、促進というか、それには多少なりとも役立ってるとは思うけど、投票率が上がることに対する懸念やんな。というか、若い世代が選挙に行くことで、参政党とか令和に票を取り込めるっていう狙いがあるやろ。参政党とか令和の支持者が投票行けって言っとんちゃうの。自民党の支持者は選挙行けって言ってないやろ。そうやな。だって令和とかのマニフェストがもう分かりやすいからな、もう単純に。若者を取り込みやすい方針やからさ。そりゃ令和は若者票を取り入れたいわな。若者の投票率が上がって、若者向けの政策ばっかりしようってなったら、もう減税とか消費税廃止とかさ、国民に分かりやすい恩恵がありそうな聞こえのいい政策ばっかりになってしまいそうやけどな。実際にあるやろな。とりあえず票を稼がんことには。投票率が上がらん方がいいっていう考えの人らもおるやん。おる。俺も投票率ってそんなに上がらん方がいいんじゃないかなと思っとる人なんやけど、国民全員が投票に行けば、そんだけ加熱しとるってことやからさ、間違った方向に行きやすくなるんじゃないかっていう論じゃないけど、俺は。あくまでも、生かされる投票と自主的に行く投票は違うから。でも実際さ、民主党がさ、政権取った時あったやん。2009年かな。その時って、過去10年で一番投票率高かったのよ。70% ぐらいだったんやけど。そうなんや。で、その結果、魔の民主党政権時代を迎えたわけやん。で、国民が支持した上での民主党政権やったよな。民意ではあるけどな。でも蓋を開けてみればな、一瞬で終わったからな、民主党の時代なんて。ナチスとかだって、結局あれも加熱した国民と民意によって間違った方向に流れた。ろくにな、政治のことわからんのやったら、選挙行かん方がいいんじゃないかなって思ってるけどな、俺は。それも一緒の考えやな。だから別に行かん人は別に行かんでもいいと思うけどな。現状がさ、選挙に行かんイコール悪みたいな風潮やから、その考えはどうなんて思うけど。で、しょうがなく行くかっつって、じゃあどこに投票するかっつったら、TikTok でよく見た参政党に入れとくかみたいなさ。なんかそれもどうなんかなと思うけどな。くらいやったら、別に無理していかんでも、その代わり責任も落ちません。今度どの政党になっても、文句は言えないですよね。ある意味、この政治のさ、切り抜きとかは、普段選挙にさ、興味がない人でも、短いショート動画を見るわけやからさ、これきっかけに、多少なりとも興味を持つっていう点では、
すごい効果的やと思うで。そうやな。まあ、それで、今いろんな政党とか候補者の公約とかを調べるまでいけばいいけどな。ただ、この切り抜きのやり方で、年収2000万から3000万ってのは楽な商売やと思うけどな。そうやな。ただ、街頭演説をライブ中継して、政党の切り抜いて。しかもさ、特定の政党を応援しとるような人らってさ、結局同じ内容でもさ、何本も同じ動画を見たりするからさ。見るから。だから、チャンネル、オーナーが同じで、何個もチャンネル運営しとったらさ、全部見るよな。全部見るから、連鎖的に再生数とか登録者上がってって。これ最初に見つけた人は、まあ、先見の目があった、ある意味、いい商売やと思うわ。参政党の切り抜きチャンネルで、令和の切り抜きチャンネルで、自民党批判チャンネルで、喧嘩チャンネルとかってさ、いっぱい作ればさ。全部横展開できるよな。全部見るやろ。どっか一個のいる人は全部見るから、ある程度チャンネル育ったら売り抜けやろ。てかもう、参議院選挙終わったらもう売り抜けっちゃう。300万、400万で。無限ループやん。いい商売ですよ。選挙のたびに稼げる。毎回選挙のたびそれができるで。いや、夢あるな。それは、脱サラしてやるわ。最近さ、切り抜きに限らずさ、政治を語るチャンネルっていうのは増えとるよ。増えとる。法律とかさ、医療とかさ、そういうのはさ、みんなあんまり語りたがらん割にはさ、政治に関しては自信満々に語る人が多いよな。なんなんやろな。なんか不思議な現象が。みんな自信満々だよな、政治に関しては。まあみんなも内に秘めたる信念が、どこかで開けたいんじゃない。それに賛同してくれる人が一人でもおれば。おのおの正義があるの。答えがないからいいんやろうな、逆にな、こういうのは。最近でも過激なナショナリズムの日本人ファーストというな大義名分を掲げて、ひたすら外国批判する奴らが多い気がするから怖いわ。安易に外国批判したら、それに賛同されやすいから、もっと調子に乗って、どんどん批判する方向になっていく。実際にはな、そうやってチャンネルで収益を上げたい人らに踊らされてるだけってことやん。チャンネル売買で何百万も儲けとるような人らに。国がな、選挙期間は、そのチャンネルの売買を禁止するとか、収益を停止するとかっていう案もあったらしいんやけどな。実現されてはないけど。でも今からもうシーズンやから、なお見かけるかもしれんな。だから何を取捨選択するかは、まあ、各々のしっかり見極めることが大事ってことやな。もうだから、うちでの小づじゃないけど、永遠に稼げるループに入ってるような今も。やりたい人は早めにやった方がいいんじゃないかなと思うわ。稼ぎ時は。そんな感じで、今日は政治系切り抜き動画が選挙にも影響を与えるほど増えてきた件について話してみました。ありがとうございます。ありがとうございます。このチャンネルではこんな感じで普段気になった出来事やニュースを雑談形式で配信しています。どのチャンネルかわからなく前にチャンネル登録とまた高評価の方お願いします。あと個人的に蒸されたいっていうブログを運営してて週に1回更新してるので読んでくれたら嬉しいです。